はい、こんにちは、さいとうなおきです。今回もですね、なつめさんちにお邪魔して、インタビュー動画をちょっと撮っていきたいと思っております。ちょっとお邪魔しております。なんかぬるっとすいません、ぬるっということなんですけど、なつめさんちのげんです。はい、さやと申します。よろしくお願いします。いや、なんか僕ですね、お二人にすごい興味があって、っていうのも、なんか僕、イラストレーターとして20年やってるんですけど、全く違うじゃないですか。そのスタイルというか、もうイラストレーターとしてのスタートも全然違うと思うんですよ。で、活動も違うし、で僕はなんかその企業から依頼されてイラストをこう描くみたいなことをしてきたんですけど、お二人ってもうなんだろう YouTube から始まったみたいなところありますよね。そうですね。なんかやっぱり小さいお仕事を小さいいろんな中小企業の方から依頼を受けてちょこちょこ描くっていうのはもともとやってたんですけど、がっつりこう絵で食っていくというか、になったのはやっぱりその YouTube からなので。そうですよね。完全になんかイレギュラーなルートで始まってっちゃってるっていう感じはありますね。いやだから僕なんかそういうルートを見たことがなかったから、うわなんかめっちゃ新しいタイプのイラストレーターだと思って。もうずっとなんか興味津々で見てきたんですけど、ずっと聞きたかった、ことがあって、僕とどのぐらいこう感覚が違うのかなとか、なんかそういうことを聞き出したかったんですよね。なるほど。はい。なので今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか全然なんか面白い話できる気はしないんですけど。いやもうすでに面白いんで大丈夫。すでに面白い。なんかありました今。いやもうなんかさっきもね、絵描かせていただいたんですけど、本当に使う色も全然違うし、確かに。なんか考え方とか、絵作りの考え方とかも全然違ったんで、めっちゃ面白かったんですよね。言ってしまうと僕たちってずっとまだまだ駆け出しというか、未熟な状態が続いてるので、それをどうにかしていこうとはしてるんですけど、でもそれでもやっぱ先生からすると先生からするとどころか、それこそさいとうなおき先生の視聴者さんよりも未熟の可能性は全然あるというか。それはない。いや。何言ってるんですか。ないとか言っちゃうと視聴者さんがおかしいなんですけど、なんか歴史というか、こうなんていうのか、積み重ねに裏付けするっていうことのまだ経験が足りてないし、まだなんか練習も足りてないなっていうのは結構常々思ってて、やっぱりこうなんか飛び道具でここまで来てしまったこの YouTube っていう、まあそれこそね今までにないっておっしゃってはいただいてるんですけど、よく言えばそうで、悪く言うとレベル1の例えばレベル5でもいいんですよ。大木戸博士からもらった状態の人影が突然なんかジム5個目ぐらいのところに連れてかれちゃってる感じがあって、今。なるほどなるほど。まだなんかそれぐらいの気持ちがずっとあって、ありがたい話でもあるんですけど。いやすごい謙虚ですね。いやもうそんな源さんにちょっとお聞きしたいんですけども、最初のスタートから結構違うんじゃないかと思って僕はなんか予想してるんですけど、絵を描くきっかけってなんかどういうきっかけだったんですか。最初。2人とも。いや僕はもうなんかもちろん絵は描いてたんですけど、ずっと子供の時からなんとなくは描いてて、で漫画家になりたいっていうところから始まってて、ただなんか結構秋っぽかったりとか、あと絵を描くのが根本的に途中で自分より絵が上手い人いっぱいいるっていうので、結構ショック受けちゃったタイプで、自分絵描かなくてもいいんじゃないかなみたいなのが思った時期もあったりして、でそれで原作志望でやってた時期もあったんですよ。あ、そうなんですね。なんかもう初っ端から周りが上手かったから、絵はもう諦めようみたいな感じのモードで。ちょっとそのモーションもあって、で、就職したっていうのは、普通に一般企業に就職したっていうのもあるので、なんか、あれ、もしかしてこの辺かも、潮時かも、みたいな思ってた時期もありました。だからきっかけで言うと本当にずっと描いてはいたけど、この YouTube をやり始めるまでは、どっちかというと絵には苦手意識があった感じは。なるほど、なるほど。そうなんだ。さやさんは、なんかどういうきっかけだったんですか。私もでも子供の頃から、私も漫画家にずっとなりたくて、学生時代もずっと絵を描いてるような人だったんですけど、いやでもなんか他のことがあまりにできなさすぎてそうなんか絵しかないんだみたいな気持ちなんだけど、でもあまり絵ずっとなんかめちゃめちゃ練習してるっていう感じでもなくて、楽しんで描いてるみたいな。楽しみつつも、ちょっと卑屈な自分もいつつみたいな、そういうまま社会人になり、で社会人でやっぱり一回絵をやめてしまって、私も一回ゲイさんと同じタイミングで絵をやめてしまったけど、諦めきれず、私はそのゲイさんがその独立してなんかどうこうするってタイミングの時に会社を辞めて、漫画編集部に投稿するっていう時期が持ち込みしてたみたいな。そうなんです。持ち込みして掲載に向けて頑張るっていう期間があって、もうなのでどっちかっていうとイラストレーターというか漫画家志望として結構
頑張ってた時期が多いタイプですね。じゃあお二人ともなんか最初は漫画家志望でそうなんですよね。っていうことなんですね。そうなんですよ。それこそ夏目さんちっていう名前がある元々のきっかけが、聞きたかった。はい。でさっきも源さんが言ったように原作で漫画原作でやろうとしてた源さんとずっと絵しか描いてこなかった私なんで、じゃあ源さんが原作描いて私が漫画描けばいいねって言って共同ネームで生まれた名前が夏目だったんです。あ、そうなんですね。夏目だったんですよ。そう。なんかサークル名みたいな。まあそうですね。作家名。そうペンネームみたいな。共同ペンネームみたいなイメージで夏目っていう共同ペンネームを作ったんですよ。僕たちの名前からちょっと本名からちょっと取ってっていうのがあるんですよ。素敵な話ですね。そうでそこがあってでなんかその夏目っていうのをじゃあちょっとスケジュール立てるときに G メールがあった方がいろいろスケジュールやりやすいよねと、じゃあアドレス取っといてってサインにお願いしたら、夏目さんちってなんか知らんけど3ヶ月さんちなんかすごいちょっと可愛いホーム感アットホーム感をなぜかそのアドレスに夏目さんちって入っててさんちって何みたいなメッセージもちょろっと書いてあるんですけどでもちょっと面白かったからそれ採用されたみたいな。そうなんですよ。あ、そうなんだ。それが今の夏目さんちの。面白い。僕もなんか漫画ではないんですけど、親が描いてたなんかそのゲームのキャラクターの絵がちょっと描けるんだと思って、それでなんか絵を描き始めたみたいなところがあるんで、なんかゲームとか漫画とかなんかそこら辺のスタート地点っていうのはなんか結構一緒だなって思いました。まあでも大体みんなそうなのかもしれないですけど、子供の時やっぱりゲーム漫画、それこそ僕ポケモン好きだったけど、ポケモンとかデジモンが好きだった。人間描けないけどモンスターだったら描けてる気がしてたんですよ。描けてないんですよ。もちろん描けてないんですけど、なんかモンスターってバランスが崩れててもいいじゃないですか。それはそれで不気味だったりかっこよかったりするっていうのをでなんかごまかしてるけど描けてる気がするなっていうので楽しく描いてたのが結構そのモンスター系で。なるほど。その時スカルグレイモンとか描くのめっちゃ好きで骨のグレイモンの骨になったやつあれ描くのがめっちゃ好きで一回トレーシングペーパーでめっちゃトレースして描いてみて自分で模写して描いてとかを子供の時はやってました。いや僕もなんかそれ分かるのが、バイオハザードのゾンビ描くのめっちゃ分かります。僕もなんかタイランドとかめっちゃ描きました。肩にこう G ウイルスの肩に目あるやつ。目あるやつ。ビリアム。それをなんか勝手にパワーアップさせて目なんか3つにしてやろうとか。全く同じことやってる。やりますよ。少年の共通点かもしれない。これみんなやるかもしれないですね、これね。なんかその辺が原点だということで、嬉しいですね。嬉しい。これはね、多分ね、僕とちょっと意見が分かれるところだと思うんですけど、絵を仕事にする上で、絵以外の特技は必要ですか？もしくは何か持ってますか？これだから本当に人それぞれだと思うので、一概には本当に言えないっていうの前置きがあるんですけど、僕必要だと思ってるタイプで。いやまさにそうですよ。いやまあ確かに夏目さんちってそういう存在だと思うんですけど、絵が上手い人いすぎるんですよ。いすぎますね。なんかそういう世界に入っちゃうと、イラストを描いてらっしゃる方の中で言うと。本当にもう天井も、天井はまあいっぱいわかるんですけど、その天井からここの間にもう本当にいっぱいいて素晴らしい絵を描く方が、だから僕当時はまだYouTube とかを始める前は、営業力つけなきゃ食えねえと思って、いろんな社長にもう自分からアタックして仕事くださいみたいなやつ、あんまりでもでかい仕事は受けるほどの力がないから、いろんな中小企業さんとかにアタックしてデザインも作れます、イラストも描けます、どうですかみたいな感じでやったりしてたんで、そういう感じの能力とかがむしゃらになんかいろいろアタックする能力が必要なんじゃないかなと。いや僕なんかゲンさん見ててなんかすごいなと思ったのが P 丸さんコラボの時だったかな、なんか P 丸様が説明に困ってたんですよ。僕が良ければルールの説明やりましょうかってなんかやりましたね。ルール説明やりましたね。懐かしい。めっちゃうまかったんですよね。説明うまい男かっこいいと思ってそんなうまいもんでもないですね。ピーちゃんあれですよね、自分のチャンネルで出す動画の説明のとこだけうちの動画切り抜いてきたそれはP 丸様の良さですから。そういいキャラクターですよ。いやそのなんか2人の対比がめちゃめちゃ面白くて、もしかしたらその説明上手っていうのはなんかスキルの一つには入らない、カウントされてないかもしれないけど、いやこれは一つの能力だよなと思ってかっこいいなと思いました。個人的には僕喋るの苦手な意識がある。
あ、そうなんだ。昔からそうで、喋るの苦手意識あったんで、いや、本当に転職するときに、そのデザイン系とかをやってた時があったんですけど、嘘つけてめっちゃ来るんですよ。そんなことないですよ、本当に。どっちかというと、昔は物作ってたいみたいな、職人気質でいたいみたいな気持ちはあったんですけど、その転職するときにデザイン系をやってたんですけど、自分ができんことやった方がいいと思って、人前で喋る MC というか、イベントの、子供向けイベントのお兄さんに転職したんですよ。似合うなんかめっちゃ想像本当ですか？できますね。ありがとうございます。それができなかったんですよ。だから良い子のみんなこんにちはみたいな本当にするそういうことをする仕事だったんですけど、それをやるためにめっちゃ車の中で営業もあるんですよ、その仕事。車の中で独り言めっちゃ喋って、めっちゃ一人で喋る練習してて、でそれでやっと人前でギリギリ喋れるようになったっていう感じなんですよ。練習するんですね。めっちゃ練習しましたね。なんかそれで言うとさやさんって、お絵描き担当っていう感じじゃないですか。でもなんかご本人の中でこれはなんか私はなんか練習したとか、なんか絵以外のスキル、これ大事だよみたいなのあったりします？そう、私なんかすごいこんなとこで言うのもあれなんですけど、ものすごい卑屈な人間なんで本当にネガティブです。そうなんだ。何にもできなくてとかっていつもゲンさんに言ってるんですけど、でもゲンさんは私の変なことを喋ることをすごく褒めてくれるんですよ。これが言えるのはすごいよっていう褒めてくれるんですけど、それ思うとなんか私この今の仕事する前はディズニーでキャストやってたんですね。そうだった。そうなんです。そうディズニーキャストでやっぱこう来てくれたゲストの方に、こう世界観に合った解説とか説明とかを自分ですごいセリフ考えるのがすごい好きで。あれって考えてるんですか、自分で？そうです。全部別にマニュアルとかがあったわけじゃなくて、お品切れのものがあったとしたら、ちょっと今日もみんなでお出かけしちゃったみたいで今日ごめんなさい、誰もいないんですよとかって、そういうセリフを考えるのがすごい好きで、もしかしたらそのスキルはもしかしたらこの仕事に役立ってるかもしれないなっていう、この世界だったら多分こういうのがいるからこういうことを言ったら楽しいなとかっていう、その文脈作りをもしかしたらすごい。いや、なんかその動画撮っててめっちゃ思うんですけど、さやさんなんかこうポンポンってなんか面白いことをなんかぶっ込んでくるじゃないですか。なんかそのワードのチョイスとかがすごい独特で、めっちゃなんか動画見てる人も好きになりやすいと思うんですよ。この動画見ようみたいな感じになるから、いやそれスキルですよね。変な話なんですけど、さっき必要なスキルとか、なんか自分に合ったのって何だと思いますかって話じゃないですか。これ身も蓋もない言い方すると、さやと結婚してただけなんですよ。でもわかりますか、この感じ。夏目さんちって別に僕自分一人だったら思いつかないんですよ。さやがこのキャラクターだったから、待ってこれいけるかもっていうのが思ったっていうのが一番でかいんで、なんかもう手元に最強の剣が、待てよ、ここに武器があるじゃないかみたいなこれ使わない。いやだからそう言い方悪いんですけど、さやのこの才能は使わなきゃいけないのよみたいなところがあったから、夏目さんちって再現性がないんですよ。他の人にじゃあ夏目さんちみたいなことしたいんですって言われた時に、僕自信持ってじゃあこうしたらいいと思いますってなんか言えない気がしてて、だってさやさん連れてこなきゃいけない。まずさやを用意するじゃんっていうところから始まっちゃうから、だからこう運が良かっただけ、いろいろとタイミングと人とみたいな。でもそれは多分でもその再現性もしあるとしたら、なんかみんな結構手元になんかあるんですよ、きっと。いやでもそれは思いますね。それは思います。だからそれに気づくそのポジティブさというか、目って必要ですよね。でも確かにそれはそうですね。なんか今からでも YouTube できますかみたいな質問はあるんですよ。でそれはいけると思うんですよ。それぞれでできることとアピールするポイントが絶対違うから、夏目さんちはさやをまずアピールしなきゃっていうとこから始まってやっていったものがある。そうですよね。そうだからなんか自分の身の回りに目を凝らさないとなかなかそのなんか夏目さんちのお二人羨ましいなみたいなところで思ってたら、もしかしたらその身の回りには気づきにくくなるかもしれないですよね。確かにそうですね。なんかやっぱみんな多分違う方向というかじゃないですか。だって同じお絵描きチャンネルくくりで言えば多分 YouTube の中だと多分斉藤直樹先生と夏目さんってジャンルは同じなんですよ。でも全く違いますもんね。そう中身が全然違うんで、やっぱそれは個性というかキャラクターに合ったなんかアピールポイントでそこを押していくみたいなところだと思う。いやーなんか思いがけずすごい素敵な話を聞けました。ありがとうございます。こちらこそ。でも私は逆にゲンさんいなかったらただの変な女ですからね。本当にそうなんですよ。かわいそうなやつで終わってる。ただの変な女。それは言い過ぎだろ。本
まあでも本当お互いいいバランスでなんか補い合えてるっていうか、そう、なんか結構こう二人で頭でっかちでこう補い合ってるっていうか、引き出し合ってる感じがして、めっちゃ素敵な関係だなと思います。ありがとうございます。はい、羨ましい。3番目の質問、はい、これね、めっちゃ聞きたかったんですよ。人生最大のピンチを教えてください。人生最大のピンチ。あれはやばかった。言ってる話にはなっちゃうんですけど、要は夏目さんち始め、もうよしちょっと仕事辞めるぞっていう、正社員辞めてやるぞってなった時って、交通事故にあって示談金100万ぐらい、万だったっけ、そのぐらいだったよね。そういただいて、そうちょうどね、完全にこっちがもう悪くない状態にぶつけられたっていう事故で、なんかあぶく銭が突然降って湧いてきて、じゃあこのお金があるならやめようって勢いつけてやめちゃったんですけど、でそのお金が尽きかけた時に、あともうちょっとまずいね、貯金まずいねって時に YouTube の広告に、広告予算に間違って20万円ぶっ込んじゃった。間違ったんですよ。設定運用期間をミスって、当時ね、今は全然やってないですけど、当時ちょっといろいろ本当にもうがむしゃらに試そうっていうことで、広告も出してみようみたいなやってた時期があって、その時に15万とか20万とか入れちゃって、で100万しかないのに、もうしかももうあれなんですよ、じゃあ残ってるのが15万か20万ぐらいの時に超えてるじゃないですか。ちょっと超えちゃって超えるぐらいの時にぶち込んでしまって、やってしまったやつね。やったなこれって思って、あれは結構バチ切れだったね。あれはもうそれはしょうがないよねっていう喧嘩が起きましたね。でも、そこに行く前に、なんだろう、会社辞めた時に、もう全然仕事なかったんですね、じゃあ。でもそうですね、だから仕事はあるんですけど、受けてた仕事も一旦ストップしちゃったりとか、なるほどなるほど。なんか映像の仕事だったり、こまごましたイラストの仕事もしてたんですけど、それやってると YouTube に特化できないから、一旦それもあんまり受けないようにしようと。一旦ポイってしちゃってて、で今までなんかさっき言ってたいろんな社長にアタックして、ちょっとお仕事もらってたりもしたのを止めちゃったっていうのもあって、お金ないもう排水の陣、どうするみたいな、そんな状況でしたね。なんか半ば自分で作ったピンチではあるけど、なんかそこになんか最後の首を絞めちゃったというか、っていう僕はそこの気持ちですね、今のところ。さやは多分違うところだと思う。違うところです。そうですね、私、いやでもこれも夏目さんち関係なんですけど、いやもう夏目さんち初期というか、喧嘩が本当に多くて、我々。意外。そうなんだ。いやもう本当に最初期だよね、だから。結構やっぱもう YouTube って露骨に数字が出るじゃないですか。それでやっぱもう気分の上げ下げもお互い激しくなっちゃって、常にお互いトゲトゲハートの状態なんですよ。だって生活かかってますもんね。そうなんですよね。でなんかやっぱ家にイライラしてる人がいるともう片方もイライラするじゃないですか。その状態がやっぱ続くと、もう夏目さんちなんてやめるみたいな感じで私がなって、でもゲンさんも分かってじゃあチャンネル消せばいいんだろうとか言って。見たいそのゲンさん。絶対見せたくない人には。もうでもそんな状態がありましたね。一回ありましたね。そうなんだ。一回本当になんかチャンネル消すまで行ったのは本当に一回だけですね。いや僕絶対にクリエイターとクリエイターが付き合ったりとか結婚したら絶対喧嘩になるから別れるっていう持論があるんですよ。だから僕クリエイターとは付き合わないようにしてる。ああなるほど。絶対無理。でもなんかよく言いますよね、それはね。創作論がぶつかるともう本当に取り返しのつかない喧嘩になっちゃう。でもなんかその一方でクリエイターとクリエイター同士がくっついてるわけじゃないですか、夏目さんちは。確かに。だから奇跡みたいな人たちだなと思ってたんですよ。なんで喧嘩しないんだろうって思ってたんですけど、ちゃんと喧嘩してますね。してたんですね。ここかすに喧嘩してますよ。いや、未だにやっぱり、こっちがいい、あっちがいいの喧嘩ってあるんですよ。これもなんかいろんなところで言ってるんですけど、僕たちも言いたいことをその場でバーンってもう言うようにしてて、で、ただ仲直りだけはその日にするっていう。それだけですね。あ、そうなんだ。なんかちょっと安心したというか、やっぱ喧嘩するんだっていう。いや、めっちゃしますよ。いや、めっちゃします。些細なことも全然。よかった。よかったでもないけど、なんかちょっと安心しました。いや、でもね、そっからリカバリーをちゃんと二人で話し合って、その日のうちにするっていうのも大事ですね。ちゃんと話すっていう。絵を描いていて、よかったと思えるエピソードを教えてください。でもこれはマジで一個で、感想をもらった時ですね。何かしかの誰からでもいいんですけど、この絵を見てもらった時にすごいこの絵が好きって言ってもらえる反応をもらえた時が今までそんなことなかったんで、やっぱり、今は本当ありがたいことにいろんな方が見ていただけるので、どんな絵を描いても誰かが反応してくれる、それが今一番嬉しいです。
確かになんかすごい幸せなことですよね。なんか絵を描いて、普通はだってそんなに感想もらえないですもんね。静かに自分で満足してスッてこうしまうみたいな。それこそずっとそういう生活だったんで、やっぱ20代後半ぐらいまで。今もうどんどんね感想いただけますもんね。ありがたいですね。それでなんかやっぱそこから繋がって、なんか順序がおかしいんですけど、先生は多分企業のお仕事から入って YouTube の方にっていう流れだと思うんですけど、じゃあ本当 YouTube から入って、それがだんだんとこうなんかいろんな企業さんからイラストの仕事をいただいて、その担当者の方からも感想をいただけるようになったりとか。なんかそこの順番がその我々全然こう真逆というか、僕はなんか多分視聴者っていう概念が後から入ってきたので、まずはなんかその企業さんに絵を描いて、でその企業様から感想をちょっといただくみたいな感じだったんですけど、YouTube に出したらみんなが見てくれるから、すごい感想をこう大量にいただくみたいな、あのギャップはすごいびっくりしました。確かにそうですよね。なんか純粋な感想っていうのがやっぱりきますもんね。ビジネスの感想という、ビジネスでももちろんいい感想をいただけるんですけど、特にこう飾らない感想が来るというか、本当に思ったこと言ってくれるじゃないですか。確かに。そういうのがいいな。中学時代の先生に似てるとか言われますよ。なんかそういうそっちの絵じゃなくてね。いや僕もそうだし、なんか絵についてもなんかそういう感じのコメントをもらったりとかして、でもなんかそういう自分の記憶に結びつけて絵って見てるよなって思うんですよ。確かに確かに。絵を通して自分の過去を見てるみたいな。だから普通ってそういう絵の見方するよねって思ったんですよね。結構だから生っぽい言葉をいただけるというか、そう思ったまんまっていうかね、なんかそういう視点もあるんだってびっくりしますよね。さやさんはなんか違う。私、いや、感想をもらえるのは当然めちゃめちゃ嬉しいのは大前提なんですけど、最近の出来事とかで言うと、グッズとかにして物にしていただく機会が最近増えてきた時に、それをすごく皆さん喜んで缶バッジだったらおカバーにつけてくれたりとか、私たちの絵から作られたものを喜んでこう持ってくれてる人たちを見ると、なんかおーってなりますね。確かに。そう、アクリルスタンドだったり、それこそキャンバスプリントとか、もうそのまま絵を売ってたりとかもする。これもそうですよ。今ちょうど履いていただいてる。そう。これうちのブランドのスリッパです。これ玄関が入った瞬間になんかこれが置いてあって、すごい夏目さんちだと思って。ありがとうございます。そうなんですよね。そう、こういうのとかね。めちゃめちゃ嬉しいですね。めちゃめちゃ嬉しい。立体になってるすげえってなるんですけどね。確かに。なんかデジタルだと画面の中で完結してたりとかするけど、それがなんかそのリアルワールドに飛び出して、しかもなんかそれを持ってくだされて、かなり嬉しいですよね。めちゃめちゃ嬉しくて。持って生活の一部になってもらってるっていう嬉しさはめっちゃありますね。いや、すごい。絵描き冥利に尽きるってやつかもしれないですね。最後の質問。これからやってみたい野望みたいなものはありますでしょうか？マジでこれも一個あるんですよ。あるんですか？これもだから野望というレベルのことですよね、やっぱり。半年後の目標とかじゃない。じゃなくて、なんかもう実現するかわかんないけど、みたいな。それめっちゃ一個あって、今ちょうど僕とさやで共同で漫画を作ってるんですね。2人の違う絵柄と違うストーリー方針のやつらが1個の話を作るっていう、それもコンセプトのちょっと漫画が今進行してて。だってそれが元で、その夏目さんちはスタートしたわけですからね。そうなんですよ。オリジナルストーリーの漫画を作るっていうのもやってるんですけど、全然先の気の早い話なんですけど、それをなんかこれからも少しずつ頑張ってやっていって、やがてアニメ化したいんですよ。で、主題歌をバンプオブチキンでやっていただきたいんです。すげえ。で、それがもう夢です。もうそこが本当に夢なんですよ。それはずっと言ってるよね。人生を助けてもらってるんで、バンプオブチキン。こういうとちょっと怖いんですけど、言い方で。本当に人生を僕もさやもなんかバンプに救われちゃってるんで、いつかバンプオブチキンに主題歌を書き下ろしていただいてアニメ化をしたいっていうのが今のでっかい目標です。そうだね。いや、めっちゃそれ見たいですね。でもね、いや、応援してます。ありがとうございます。さやさんの野望ありますか？私の野望ですか？私なんだろう。ベビー服作りたいとか。全然関係ない。でもやっぱなんかそのものにしたいっていう願望があるかもしれないですね。今夏目さ
んちでこう、ファンの皆さんにすごい受け入れてもらってる私、キャラクターがいるんですけど、なんかもう後ろとかにそういるんですけど、このキャラクター使ってなんかちっちゃい子で、今子供がちっちゃい子供がいるからなんですけど、そういう子たちが喜んでくれるものをなんか自分で発信できたら楽しいなっていう感情が子供生まれてから出ましたね。でも確かに娘が生まれてからですよね。そうそう。確かになんかその娘が生まれると、その娘ぐらいの年の子がなんか世の中に増えた感じがします。めちゃくちゃわかります。こんなにいたっけ？そう。いや本当に思うんですよね。そう。不思議なことに0歳ぐらいの時には0歳児がめっちゃ増えるんだけど、なんか1歳ぐらいになると0歳児は消えるんですよ。なんか1歳児がめっちゃ増えてって。めっちゃ確かに。最近同じぐらいの子、今うちの子結構トカトカ走るぐらいなんですよ。走り始めたぐらいなんですけど、そのぐらいのトコトコ走り回ってる子なんか多くないかもみたいな思っちゃう。近所にこんなにいたのって思って。転ぶよみたいな。いやなんかそれも実現するといいですね。ありがとう。ベビー服。いや絶対でも売れると思う。なんか今日はいろいろとお聞かせいただいてありがとうございました。ちょっと途中関係ないベビー服の話になっちゃったけど。いやでもねなんか僕とのその共通点もあって嬉しかったけど、違いみたいなのも結構なんかその顕著にあってめっちゃ面白かったですね。なんか特にそのさやさんはグッズにしたいみたいなことがあるけど、なんか僕は結構そのグッズとかに対してはなんかそんなに意識になかったりとかしてたんですよね。なるほど。なんか絵をとにかくなんか描きたいみたいなところだったりとかするし、ゲンさんの話を聞いてても YouTube から入ったならではの感想のもらい方だったりとかが全然違ってたので、なんかすごい面白いなと思いました。なんか YouTube から入ったからっていうのもあると思いますし、なんか元々がではあるんですけど、僕映像が好きなんですよね。なるほど。映像も作ってたんで、仕事で映像もやってたんで、それこそだって最終目標、もっと最終目標があって、漫画アニメ化もしたいんだけど、映画監督になりたいんですよ。そうなんだ。いろいろやって絵ももっと上手くなって漫画も描きたいんですけど、とりあえず欲張っていきたくて映画も作りたいんですよ。自分で脚本と監督やる映画も撮ってみたくて、なんかそこが割とこう一番遠いところにある、最終ゴールみたいなかもですね。なんかやりたいものは全部もうなんかやらなきゃなっていう思考になったんで、その会社員時代に考察されて全部諦めちゃったんで、逆になんか急に欲がすごくなっちゃって、その後からいやいいですよね。一回なんかその締め付けられることで、なんか自分ってどういうことがやりたかったんだっけって、その時にこう気づけるというか、そうかもですね。あるかもしれないですね。それで言うとやっぱ YouTube で動画を出していくっていうのも楽しいことというか、性に合ってたの映像ですよね。これを皮切りにどんどんこう映像業界にも見ていきたいですね。頑張ります。頑張りますとしか言えないんですけど、とりあえず大きいこと言っとこうっていうタイプなんで。いや大事だと思います。いやすげえ、なんだろう、エネルギーをいただきました。僕もなんか日々やってて、忙しさに忙殺されちゃうと、あれなんかこの先何やりたかったんだっけっていうのがちょっと見えにくくなるっていう部分もあったりするので、なんかちょっと刺激を受けて僕もね、大きな野望をちょっと作ろうかなと思いました。今で言うとでもあるんですか、その野望というか。なんかすっごいふわっとしてますけど、ちょっと海外進出をしたいなと思ってますね。でも結構もう僕の完全に外から見た印象なんですけど、斎藤直樹先生って海外のファンって多いイメージあるんですよ。そうなんだ。ありがたいことに多いんですけど、なんか僕があんまりこう英語とかも喋れないし、なんかあまり自分が言ってるっていう感じはしないんですよね。なのでもう完全になんかそっちでもちゃんと活動できるような風になりたいなっていう風にはなんかふわーっと思ってるんですけど、まだなんか特にその形にはなってないです。自然となんかもう海外のね、斎藤直樹エキシビジョンでもう見えますもんね。イメージ見えますよ全然。英語喋ってそうですもん。いや頑張ります。その場で。今のやっぱパネルとかのそういうアナログにが多くなってるのもそういうとこあるんですか？それもありますね。なので、頑張っていきたいと思います。楽しみです。はい、ありがとう。今日は本当に絵も楽しく描かせていただいて、で質問もね本当に答えていただいて、本当にありがとうございました。勉強になりました。とんでもないです。はい、お礼しかないです。いやもうこちらこそこんな素敵なイラストまで見せていただいて。欲の深さをまた味わいたくなったらいつでもこの男に会いに来てください。会いに来ます。いつだって欲深い。また来ます。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。